白菜は少し包丁で切れ目を入れてから手で裂いています。母は水割りくらいです。樽の一番底に塩を振ります。そしてはい、白菜、はい、塩は軽く甘めに仕上げるのがコツだそうです。水洗いした白菜を入れます。白菜の下漬けは他のお漬物にも使えます。数日すると水が上がります。平らになるように白菜の頭はね、交互にね、右左交互に。お塩忘れたね。これはね、仮塩だからちょこっとね、あんまりしょっぱくしないよ。しっかりとビニールをかぶせ、中蓋重しをします。他のお漬物の分もあるので白菜は多めです。数日後、白菜の下漬けが無事に仕上がり、キムチをつけました。母がつけるキムチの材料は、市販のキムチの素に人参、玉ねぎ、りんご、柿、にんにく、昆布です。人参と昆布は千切りです。昆布漁師をしている親戚からいただいた昆布です。ありがとうございます。そして材料を混ぜ合わせていきます。すりおろし材料はにんにく、柿、りんご、そして玉ねぎです。詳しい分量を聞いたら大体だとか言われてしまいました。先に下漬けしておいた白菜を小さく切って入れています。大きい白菜を使う場合は葉っぱの間にもすり込むと良いです。母が漬けた時、写真を撮影してレシピにまとめています。写真も正式には位置は決まっていません。あとペンで清書したらと思ったのですが、母が急にやってきてこんな雑な字で書かれてしまいました。きっちり清書します。自家製キムチの漬け方、清書し終えました。伊豆市の共通の手順と材料は数年前にまとめたものです。はたはたの処理の仕方です。右は紅鮭です。サンマの伊豆市、大根の麹漬け、キャベツと大根のかす漬け、キャベツと大根のかす漬けの野菜の下漬け方法です。たくあんの漬ける前の干すとき紐の縛り方です。そしてたくあんの材料と漬け方です。最後、魚漬けです。お漬物は覚えて将来作ってほしいと言われましたが、なかなか難しそうです。見ていただいてありがとうございました。